皆さんこんにちは、ライアンです。前回のエピソードではパタヤとアメリカのソフトエンパイア、つまり西洋文化がどう街そのものを形作ったのかを話しました。今回は舞台をバンコクに移します。そこに根を下ろしたもう一つの開国の影響について、アメリカでもヨーロッパでもありません。日本です。そしてパタヤとは違い、その影響は静かで着実で深く染みついていきました。これがバンコク、日本の静かな帝国です。第二次世界大戦後、日本は産業を中心に国を立て直しました。自動車、電子機器、造船、日本経済は急成長しましたが、同時にコストも高くなっていきました。1970から80年代になると、日本企業はアジアに安い生産拠点を求めるようになりました。その時、タイは理想的な選択肢になりました。政治的に安定していて、反共で外国投資にも好意的。韓国や中国と違い、日本への深い反感もありませんでした。タイ政府は日本企業を歓迎し、税制優遇、インフラ開発の協力、長期契約などを次々に提供しました。トヨタ、ホンダ、日産、三菱、日立といった大手企業が大規模な拠点を構え、日本からの融資や開発援助によって道路、高速、港湾、電力網が整備されていきました。1990年代にはタイは東南アジアにおける日本の工業ハブとなり、自動車、電子部品、さまざまな製造員を日本のグローバル供給網に送り出す国になりました。バンコクは日本に影響された都市というだけではありません。日本の経済システムそのものと構造的に結びつくようになっていったのです。日本企業が拡大するにつれて、何千人もの日本人社員がタイへ移り住みました。エンジニア、管理職、長期駐在員、その家族たちがバンコクに定住し、そこで自給自足できる日本人コミュニティが形成されていきます。日本人学校、日本のスーパー、レストラン、ビジネスクラブ、日本語が話せるサービス業のスタッフ、トンローやスクンビットような日本人町。時間が経つにつれ、日本の慣習、礼儀正しさ、効率性、きちんとした身だしなみはバンコクの多くの企業文化にも溶け込みました。多くのタイ人にとって日本は理想的な現代アジアの国として映ったのです。先進的で規律正しく、礼儀に厚く、世界から尊敬されている国。日本製の車や家電を持つことは信頼性の象徴になりました。タイのポップカルチャーでは日本のドラマ、音楽、ファッションが受け入れられ、ああなりたいという憧れこそが日本文化がバンコクの日常に自然に溶け込んだ大きな理由でもありました。タイが日本に抱く憧れを象徴する代表例が有名なタイ小説クーカームです。物語は戦時中のタイ人女性と日本人将校の恋を書いています。この日本人将校は悪役としてではなく、義務に縛られながらも規律正しく責任感のある人物として描かれます。この作品は何度も映画化、ドラマ化され、今でも文化的少女として受け継がれています。フィクションではありますが、そこにはリアルな感情があります。タイの人々は日本に対して好奇心、敬意、そして時にはロマンチックな憧れさえも抱いてきました。クーカームの人気は日本のイメージが単なる経済的なものを超え、感情面や理想像にまで
広がっていったことを物語っています。日本の影響は工場や学校だけに止まりませんでした。1980年代以降、バンコクのナイト経済の一部にも大きな変化をもたらします。日本企業がタイに従業員を送り込んだ時、発見されたのは主に安定収入を持つ男性社員たちでした。彼らは日本の歓楽街文化をそのまま引き継いでおり、騒がしや予測不能な夜を求めていません。彼らが望んだのはシンプルで一定で控えめな空間。見られるよりもプライバシーを、混沌よりもコントロールされた環境を、押し付けがましくない落ち着いた接客を、そして誰かのメンツを潰さない穏やかな会話、何より外で恥をかかない安全でリラックスできる場所を求めていました。バンコクはそれに素早く適応しました。スクンビット、ソイ33、トンロー、ラチャダーの一部は非公式な日本人ゾーンへと変わっていきます。バー、ラウンジ、レストランではタイ人スタッフが簡単な日本語を学び、内装は銀座や歌舞伎町のような落ち着いた雰囲気、柔らかい照明、個室、静かな音楽。中には日本人オーナーが経営する店もあり、サービスの一貫性と安心感を保っていました。日本には会話や寄り添う接客に重きを置くクラブ文化があります。バンコクはこの日本式サービスをほぼ完璧に再現しました。スタッフは客の好みを細かく覚え、飲み物の好み、会話のテンポ、接されたい距離感まで配慮します。サービスは丁寧で、攻撃でも押し付けがましくでもなく、安心していられる空気を作ることが最優先。やがて感情的なサポートそのものが商品になっていきます。疲れたビジネスマンが話し、心を落ち着け、理解されると感じられる場所。これは関係性のスタイルと呼べるエンターテインメントへ発展し、西洋式の騒がしいナイトライフとは全く違ったものになりました。日本人客にとっては自然でタイのサービス文化、礼儀、調和、控えめさとも相性抜群でした。1990から2000年代には日本のソープランド文化の影響を受けた高級マッサージ店が台頭します。そこでは清潔感、決まった流れ、そして高価格帯が重視されました。多くの日本人ビジネスマンがこれらを好んだのは、プライバシーが守られ、サービスが予測でき、日本的な感覚により近かったからです。タイと日本の社会的な価値観は不思議なほどよく似ています。どちらの社会も対立を避けることを大切にし、衝突よりも落ち着きや調和を選ぶ傾向があります。礼儀正しさは求められるものではなく、日常のあらゆる場面に自然と織り込まれていて、柔らかく敬意のある空気を作り出します。感情表現も穏やかで、大げさに示すよりさりげなく伝える方が好まれます。そのため人々が安心していられるのは、静かで予測できて決まった流れが守られているサービスです。混乱したり押し付けがましかったりする空間は敬遠されがちです。そして根底にはもう一つの共通点があります。タイも日本も個の顔と私的な楽しみをしっかり分け、自分のプライベートをどこまで外に見せるかを慎重に管理する文化です。こうした価値観の重なりがバンコクの日本人向けのナイトライフを驚くほど自然に、そして長く続く形で成長させていったのです。2000年代になるとバンコクには事実的に2つのナイト経済が存在するようになります。バンコクには実は全く性質の違う2つのナイトライフが並行して存在していました。一つは西洋の旅行者向けのエリア、バーの音楽が外まで響き、交互クラブが立ち並び、常に観光客で賑わう派手で賑やかな世界です。
もう一つは日本人向けに発展したより控えめでプライベートな空間。お客さんとの関係性を大切にし、落ち着いたサービスを提供する高価格帯の店が多く、静かに楽しむことができる全く別の夜の街でした。規模としては最大ではないものの、最も安定し利益率が高く、超寿命な駐在員向けナイトエコノミーになりました。これは文化的影響が経済構造そのものをどう形作るかを示す最も分かりやすい事例の一つです。日本はバンコクに何かを押し付けたわけではありません。その影響は産業、人々の存在、そして価値観の共通点によって静かに広がっていきました。工場が人を呼び、人が需要を生み、その需要が街の経済やナイトカルチャーを変えていきました。バンコクは日本の静かなハブとなり、産業拠点であり、文化の架け橋であり、日本人駐在員やその家族にとって心地よい第二ふるさとになったのです。これが現代の影響力の形です。軍事力ではなく、日常、信頼、適用によって広がっていくもの。バンコクにおける日本の影響は目立つものではありませんが、非常に長く続いています。経済を形作り、人々の習慣を変え、そして今も残るもう一つのナイトライフまで作り上げました。まだ見てくれてありがとうございました。まだ見ていない方は、パタヤとアメリカのソフトエンパイアを扱った前回の動画もぜひチェックしてみてください。この2つはセットで見ると深く理解できます。ライアンでした。また次の動画でお会いましょう。